仕入れをする人、バイイングをする人の、まあ、好きなテイストというか、そういったところでお店の商品のラインナップって結構こう決まってたりする部分あると思うんですね。まあ、今こうやって車乗ってるわけですけども、はいはいこの車は藤原さんの車ってことで、はい、ヴィンテージカーっていうことですね。そうですね。1970年代。そう1974年製ですね、僕のは。この車は三菱のギャラの、クーペ FTO っていう車なんですけど、1970年代の初頭から FTO が作られて、その、73年とかかな、GSR って最上位モデルが出たんですけど、まあ、その車ですね。で僕のは74年の2月かなの車でして、もうこの後74年の10月とかになってくると、当時排ガス規制とかパワーがちょっとね絞られたりとか、仕様が変わってったりするんですけど、僕のはギリギリそのちょっと前のやつですね。ヴィンテージカーっていうのは昔から好きだったんですか？ああ、そうですね。車自体が僕は小さい頃から走るのが一番特技で、まあ、他になんか何もなかったぐらいに走るのぐらいしか特技がなかったんですけど、そういう中でこう車のレースしたいなっていうのを子供の頃から思ってて、まあ出身大阪なんですけど、こちらの方でなんかオーディションとか、まあレースとかオーディションとか受けて、特に19歳の時ですね、車の整備屋さんをやってたんだけど、やっぱり走る方をしたいなと思った時にレースのオーディションがまたあったんで、それに受かって東京に出てきたっていうところがあって、昔からその車自体は好きなんですね。ただまあ時計もそうなんですけど、なんかこうなんていうのかな、この車、今出てるこの車の原点とか、この時計ってもともと一番最初どんなんだったのかなみたいなのが気になっちゃう方で、そういうのをこう調べていくと、結局ヴィンテージカーとかアンティークカー、アンティークウォッチとか、そういうような方面に目がいってしまうんですよね。で今つけてる時計も初めて買ったジャガールクルトのメモボックスって、これ20歳ぐらいの時かな、買った時計なんですけど、結局そっち系なんですよね。だから古いアンティークとかヴィンテージとか、一番その原点ってどうだったんだろうみたいなところから好きになっていくのは、車も時計もアンティークやヴィンテージが多いかもしれないですね。最初大阪でレースしたいから、はい、関東に出てきて、はい、で今ヴィンテージの時計屋じゃないですか。はい、そこのなんかこう食の移り変わりっていうか、どんな気持ちの変化があったのか。レースやってて、やっぱりまあお金がどうしてもかかるんですけど、まあ、ちょうど19、20歳ぐらいの時ですね。なかなかやっぱりそのレースだけにお金をつぎ込んでっていうのも難しくて、まあそうしてたんですけど、まあ足りないわけですね。でレースとかやっていこうと思うと、どうしてもスポンサーをつけたりしなきゃいけないんだけども、僕がやってたレースって FJ1600 っていうフォーミュラーカーの、まあ、F1 とかってフォーミュラーカーの頂点ですけど、そういうのの一番エントリーのやつだったんですね。で多分今、ね、ご覧になられている方が聞いても誰も知らないですよね、 FJ1600 って言ってもっていうぐらいにマイナーな、まあ、日本ではそのトップの部分っていうのはご存知の方多いですけど、一番その下の方の下位クラスの方ってマイナーすぎちゃって、でスポンサーつけようと思っても
誰がそんなところ看板出すかとね、なかなかこう難しいわけですよ。となっていくと自分でお金をどうにか工面しなきゃいけないけど、それもまあだんだんこう現実がね20歳そこそこでも分かってきた時に難しいなと思って、でもやっぱりそうですね、車っていうのは好きでだったんですけど、そういう中で車好きな人って結構時計が好きな人も多くてですね僕も例に漏れず時計も好きだったりするもんで、機械物が好きで、そういう中で、そのレース活動っていうのをやめた後ですか、この先の人生どういう風にしていこうかなって思った時に、時計屋さんやってみたいなと思って、時計屋さん、ただ最初に勤め始めたのは時計屋さんでももっと現代の時計が多かったですけどね、やっぱアンティークやりたいなって思ったんですけど、その最初に勤めた時計屋さんやってた時には何を思ったかですねシステムエンジニアだったら宇宙開発ができると広告を見まして、で僕宇宙とかそっち系もやっぱり興味があったり好きだったりしたんですね。で実は前職ですねプログラミングとかそういう、要するに SE システムエンジニアやりながら宇宙開発してましたかなり違いますよね。そうでもやっぱりパソコンっていうのはねどうしても人間より利口でね賢いわけですよ。でもだんだんこうパソコンずっとこう触ってると嫌になっちゃって、でやっぱりこう人とこうコミュニケーションを取りながらパソコンと対話しながらその SE っていう仕事をするよりも人とこうお話をしながら、しかもその好きな時計っていうのを販売する仕事をもう一回やりたいなと思って、で最初勤めてたのはアンティークヴィンテージだけではない時計を販売するような、もちろん少しはアンティークヴィンテージもあったんですけどそういうお店だったんですが、今度は本当に好きなアンティークを販売できるようなお店に行きたいなと思ってた時にたまたまこのシェルマンが採用してて採用の応募があって、でそれで受かって入社したような感じですね。そのいじってるのがジャガールクルトのメモボックスです。そうですそうです。初めて買ったメモボックスで、アラムですけどね1949年バルカンが49年でルクルトも確か49年とか50年ぐらいに作り始めたんですね。で一番最初期の手巻きのメモボックスなんで、音は現代のメモボックスと比べると全然ねセミが鳴いてるみたいとかコオロギみたいとかそういう感じですけど、普段聞き慣れないような異質な音が鳴りますね、そしてやかましかったりするんですけど、僕のやつはちょうどこう娘に一度踏まれて裏蓋がへこんじゃって、でその裏蓋に棒がこうねピラーが立ってて、そこにこうハンマーが当たって鳴るんですね。それがちょっと変形しちゃったんで、めちゃめちゃこううるさい異質な音っていうよりはちょっと小ぶりな異質な音が鳴るようになりましたねなんかロゴも消しちゃったんでしたっけ？そう、若気の至りですかねどうしてもその車も好きですけど時計も好きな中で昔からちょっとこう開けてみたらどうなるんだろうみたいな分解癖があって、開けた時になんかちょっと何だったかな、汚くなった部分があったんですよね。ちょっと文字盤の一部分の汚れが気になって、で綿棒でちょって触ってたらパッて気がついたらジャガールクルトの最後の部分がなくなっちゃってて、なくなってるみたいな記憶がありますねなのでお客さんの皆様もあんまりこう時計は分解しない方がいいと思います
する方少ないんでしょうけどなんか気になって開けたりとかしてると、特に古いやつで裏蓋にこうムーブメントと文字盤と全部ひっついてくるようなタイプっていうのはそのままこう文字盤触れたりするケースがリューズを抜かないと機械が外れなかったりとかするタイプの方が多いですけどね、気をつけた方がいいんじゃないでしょうか多分しない方の方が多いと思いますけど。藤原さんってバイヤーじゃないですか。はい。でまあお客さん気になってるのはどんな時計が仕入れられるのかなで、どういう基準でとかどういうジャッジで仕入れてるのかなっていうのが気になると思うんですけど。はい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 。そうですね。まあ例えば店頭でお客様と、まあ僕もそうですし他のスタッフみんなそうですけど、お客様と会話をしながら、まあ今こういうのが欲しいですよと、まあこういう時計を探してますよっていうようなご意見を頂戴したりしますし、そういった中からまあ、次の仕入れっていうのを考えたりとか、またあとそれだけではなくてまあ仕入れをする人、バイイングをする人の、まあ、好きなテイストというか、そういったところでお店の商品のラインナップって結構こう決まってたりする部分あると思うんですね。でそれってこう一人の人で決めていくと、もうその人が好きなラインナップばっかりになっちゃうというか、時計ばっかりになってしまうんですね。なのでまあいろいろな人がそういったところに関わりながらまあ、自分だったらこういう時計をこう、紹介したいなとか、こういう時計が好きだなみたいなのも含めて探していくと。あとはコンディションですからね、時計のコンディションを見ながら、まあ、やっぱりオリジナリティの高いもので、これは素晴らしい時計だなとか、何かいい部分を探しつつ、ただしやっぱり商品として販売するのでダメなところ、まあ、こことこことここがこういう風に変わってるなとか、こういう風に変わってるなとか、まあまあ機械も含めてですかね、機械なんかでいうと裏蓋をちょっとこう業者さんに開けさせていただいて、開けていただいて、で例えばビスの頭が笑ったりしてないかなとか、まあ、ビスが舐めちゃったりとかしてると、まあ、下手ぴな人に整備されてきたんだなとか、結構そういうのを見ることによって前のオーナーさんというか前に使ってた方っていうのが透けて見えるようなところがあるので、まあ、そういったところも見させていただいて、でまあ本当はこの時計のいいところっていう、ここがかっこいいな、こういう風に使っていただきたいなみたいなところで買っていくだけにしたいんですけど、なかなかそれも、まあ、商売としてやってる上で難しいところがあるので、やっぱりもうダメなところとかフォルトになるところを、まあ、探しながら、この時計だったらこことここがこういう風にちょっと違うなと思うけど、でもお値段的な部分も含めてこれだったらお客様に紹介できるなと言ってこう仕入れるような、こんな感じでしょうかね。ちなみに僕はどちらかというとダイヤルのデザインっていうよりはケースデザインかな。ケースデザインでこれこんななんか変わったケースだなとか、なんか、まあ、ラグがすごいこう長くて、で腕に乗せた時にしっくりくるなみたいな、そういう時計が好きなので、なんて言うんでしょうかね、ダイヤルデザインで時計をこうそこだけで選ぶっていうよりはトータルでこう選んでる感じですかね。まあ、ケースデザインもそれで自分が好きなものっていうのは見たりとかしますね。なんでまあもちろんね、弊社でやってる中でもメインの商材ってパテックフィリップだったりとか、まあ、バセロンとか AP とかオーデマとかその辺がメインでありますけど、
けではなくて、例えばこうマイナーなブランドのでもこのケースかわいいなとか、この年代の、文字盤もそうなんですけどね、この文字盤が入ってだったらすっごいかわいいなみたいなところは探したり見たりさせていただいてますけどね。これメンズだけじゃなくてレディースの時計もそういうのがたまにあるんですけど、これかわいいなって見るんですけどね。ただどうしてもそのメンズのスタッフはメンズの時計を、レディースのスタッフはレディースの時計をっていうような形で仕入れを起こすので、なかなかこうメンズのスタッフでレディースの時計をこうレディースの MD なんか通さないで買ってしまうとまた感性が違うので、ちょっとこう違うものを買ってきてしまったりとかっていうことになってしまうんですから。でもね、そういう中でもやっぱりレディースの時計ですっごい可愛いのとかがあるので、そういうのをこう、バイヤーとしてというか、商品を仕入れをするときにいろんなものを見させていただけるのは、身寄りに尽きるというところはありますかね。例えば藤原さんの今の感性で、お店の中でこの一本っていうのあったりしますか？お店の中でか。仕事的にいやもう個人的にこれいいなっていうのを。これいいなか。なんだろうね。今の感性でしょ。はい。バイヤーとしていろいろ見てきたと思うんですけど、今この時点で。そうね。一瞬マジでこう自分で手に入れちゃおうかなみたいな思った時はもうでも売れちゃったかな。ルクルト系の時計が昔から好きなんですよね。ジャガールクルトで、ジャガールクルトのグラビントンケースって言ってクリップ防水のケースを持ってる時計が結構その角型でもヘビーなケースで僕が好きは好きなんですよね。だからその辺が出た時は欲しいなっていうのと、あと個人的に今自分で出てきたら欲しいなって思ってるのは、全然シェルマンっぽくないけど、これもジャガールクルトのロイヤルエアフォース系の 6B/159 って入ってるやつで、ダーティーダースとかあっち系のやつじゃなくて、本当にシンプルなゴコケースで裏蓋がこうスナッチバッグ系のものなんですけど、ラグが結構太くて長いやつがあるんですよ。これは欲しいな。あとはだから会社的に言うんであればやっぱり96じゃないですか。今やっぱりびっくりするけど、本当外国の方がみんなんで今このタイミングでっていうか、今このタイミングだからこそなのかもしれないけど、こぞって96っていうので、特にアメリカ人、なんかすごくこう今小ぶりな時計が世界的に流行ってるんでしょうね。だからうちみたいなそのアンティーク屋にとっては願ってもないんでしょうけど、ただそうね、びっくりするぐらいそのアメリカ人がほんの5年ぐらい前までは全部ジャパニーズサイズだからって言われた記憶が、特にアメリカの IWJG ってこう、ショーなんかに行ったりした時なんかは、全部これもうジャパニーズサイズだから買って帰れって言われてたやつが、今来る外国人みんな96持ってないかとか、なんかそういう小ぶりな時計なのに、でも今はトレンドでそういうところをこう見てらっしゃる方がすごく増えたような気がするんで、95ね、いろんなデザインあるからね、作ってる年代が長い分、だから文字盤のデザインもそうだし、
年代によって、ラグの形状がちょっと違ったりとか、ケースの形がちょっと違ったりとかはあるので、まあ、見ていく分には面白いけど、まあでも見ようと思ってもね、今なかなかその申し訳ないですけど仕入れも難しくて、やっぱり人気なものってなかなかこう仕入れられないので、出てくる数も少なくなったし、いい個体も少なくなったしというのはありますけど、まあ96見かけたらまあ、自分の中でこの文字盤とかこのケースとかの組み合わせで、かつ、まあ、価格もご納得いただけるっていうことなら、ぜひご検討いただいた方がとは思いますけどね。初めてじゃあ車で撮影しますよってなって、いきなりこう50年前の車から借りるっていうでも僕は初めての海外旅行、いきなり自転車旅行です。そう、初めてだったの？初めてでした。そうそう、今これ撮ってんだよね。はい。この今撮ってくれてるうちの監督の狩野君はアメリカを横断してるからね。うちの時計師アメリカ横断をしてしかもそれが自転車で横断してるから、何日かかったんだっけ？もう1年11ヶ月ぐらい。はい、これ何日ではないですなので、もしシェルマンにねいらしていただいた時にまあ2階のリペアコーナーにいることが多いので、彼に会ったら時計のことも聞いていただきつつ、まあ、内部のことは一級時計整備士の資格も持ってるからあれだけど、アメリカ横断の時の思い出の話もぜひ聞いてもらって。話せることあるかな。あるよそんなもん1年と何ヶ月行ってたらいくらでもあるよまあたくさんありますけど。ないわけないよ。はい